皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1108日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1150名、戦車3両、装甲戦闘車23両、砲16門、ドローン95機、その他車両72両となっています。戦線全体では1日で96回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。フランスのルコルニュ外務大臣は、テレビの取材に対し、ウクライナに軍事情報を提供していると述べ、アメリカが停止した軍事情報を、ウクライナに直接提供していることを明かしました。ディフェンスエクスプレスは、その情報収集能力について分析し、フランスは、独自の15機の光学、電波偵察衛星を持ち、本社がフランスにあるエアバス社には、30センチの超高解像度の光学偵察衛星が2機あるほか、欧州各国は多数の商用衛星を運用しています。また、フランスは早期空中管制機を7機保有し、NATO でも14機運用していることを挙げ、アメリカほどの規模はないにしても、ウクライナが全く盲目になることはないとしています。2番目。ウクライナの元総司令官で、現在英国大使を務めているザルジニー氏は、アメリカの政策は NATO の崩壊と欧州での新たな戦争の可能性につながると批判しました。同氏はイギリスの安全保障防衛会議で演説し、我々は世界秩序を変えようとするロシアの悪の枢軸を目撃している。それだけでなく、アメリカがその一部となり、既存の安全保障システムを破壊しているのを目撃していると、アメリカがロシアに協力していることを指摘しました。この発言の背景には、最近、アメリカがゼレンスキー政権の失脚を目指し、ウクライナの野党指導者、親ロシア路線の前大統領と秘密会談を行ったことが挙げられます。3番目。このような状況について、イスラエル国防軍将校で、軍事アナリストのレビン氏は、アメリカの利益は、ロシアを弱体化させることであるが、同時にロシアを存続させることでもあると指摘し、イスラエルでも似たような話はしょっちゅうあったと説明しました。同氏は、イスラエルとエジプトの紛争の経験で説明し、中東戦争でイスラエルが勝ちそうになると、アメリカは邪魔をした。我々がエジプトの大都市アレクサンドリアに進軍しようとすると、アメリカがエジプトに声をかけた。戦場でちょっとした反撃を見せてくれれば、そこで和平にするとエジプトを説き伏せていた。まるでワシントンは剣闘士の戦いを上から見物し、面白く演出しているようだったと述べました。そして、現在のウクライナ戦争について、アメリカはロシアが負けないように、ゆっくりと少量の武器をウクライナに提供し、ウクライナは期待通り徐々にロシアを弱体化させた。現在、ロシア軍はロバのレベルに退化し、ロシア領土の奥深くの攻撃に苦しみ、前線でもウクライナ軍が反撃を強めている。今、アメリカはもう十分だ。ロシアは十分に打ち負かされ、傷ついた。もう止める時だと判断していると分析しました。そして、ロシア崩壊が起きる前に、アメリカは、プーチン大統領に直接支援を提供し、ウクライナに降伏を強いている。アメリカにとって重要なことは、ロシアを戦争から離脱させ、存続させることだと説明しました。それでは、各地域の戦況です。
戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温11度、最低気温5度。今日の天気予報は晴れとなっています。この方面でルジアンは他の戦線から戦力を引き抜いて、スジャの補給線の遮断を戦術目標に大規模な攻撃を仕掛け、27回攻撃を行い、16回の空爆を実施しました。ルシアンの軍事ブロガーは、ウクライナ軍の補給を混乱させるために、国境沿いに砲兵を配置し、ルシアン軍最高のドローン部隊の多くをクルスクに配置したと主張しました。1番目。スジャの南にあるクリロフカでは、昨日の動画で、ルシアン軍が1キロほど突破して前進した可能性があるとお伝えしましたが、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は地図の場所に空爆を行い、ウクライナ軍の動きを封じ、その後地上攻撃を行い前進した可能性があります。一方、そうでないとする情報もあり、戦況図では複数の情報で確認できる範囲をウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地の拡大として表示し、ルシアン軍が前進したと主張している範囲を矢印で書いておきました。こちらは分かりましたら再度お知らせします。2番目。一方、ウクライナ軍はプレフォボにあるルシアン軍の司令所に空爆を行い、第177海兵連隊の司令部を破壊したと報告しました。それ以外は、ルシアン軍の攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは昨日と同様に2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦は10回、シベルスク周辺では少なくとも1回、チャシフヤール方面では8回、トレツクの方向は10回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、双方が攻撃を行っています。この方面に配置されている第429アキレス連隊のマリャレビチ副司令官は、ウクライナのメディアに登場し、この方面の戦況について、オスキル川が凍っていた時は、敵はどこから川を渡るのかわからなかったが、今は暖かくなり、川を渡るのが難しくなった。これまで500人のルジアンがオスキル川を渡ったが、橋頭保を活用できていないようだと氷が薄くなりとかが難しく、前線の維持が困難になっていることを説明しました。1番目。そのうち、ドボリチナでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが建物を渡って前進を試み、ウクライナ軍がドローンで撃退しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第151機械化旅団のもので、地図の建物にいるルジアンを観察している様子となっています。この場所は以前から占領地としているので、戦況図に変更はありません。2番目。クピャンスクの南25キロにあるザリゾベでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃を行い、地図の家で奪還作戦を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第78エアアサルト旅団のもので、地図の場所に前進し、掃討作戦を行ってすぐ撤退するところとなっています。こちらも、戦況図に変更はありません。3番目。
その南東21キロにあるナディアでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが歩兵による前進を試みました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3突撃旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この付近は、今月2日に、ルジアンが攻勢を仕掛けたところですが、その後も前進が続き、複数の情報を総合して、ステプニーからナディアの範囲でルジアンが占領したとして戦況図を更新しました。面積は18平方キロになります。シベルスク周辺。ビロホリフカでは、ルジアンが地図の場所にオートバイで前進しているところが確認でき、この場所が最前線となっていますので、戦況図でもこの場所まで係争地が拡大したとして更新しました。チャシフヤール方面。この方面では、ルジアンが戦局を打開しようと機械化攻撃を行いました。チャシフヤール市街地の北の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが駅を通って南に曲がり、25両の様々な装甲車両とオートバイを使った機械化攻撃を行い、ウクライナ軍陣地の突破を図りました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第24機械化旅団のものとなっていて、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、ウクライナ軍は16両を破壊し、ロシアン軍の攻撃は失敗に終わりました。戦況図では細かいですが、駅の南のウクライナ軍の奪還地をわずかに縮小させ、撃退地点まで係争地の拡大として更新しました。トレツク方面。この方面では、ロシアン軍が占領を主張した直後から、ウクライナ軍が市街地で虫食い状に反撃を行い、建物単位で支配が異なる状況となっています。そのうち、南側の住宅地では、昨日の動画で、ウクライナ軍の前進をお伝えしましたが、その先進地点とルジアンの砲撃地点など複数の情報を総合して、レオディニフカから鉱山付近までの住宅地の郊外をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は5平方キロになります。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では16回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で6回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシアン軍のポクロフスク占領は失敗し、疲弊したところに、ウクライナ軍が局所的な反撃を行っています。ロシアンの軍事ブロガーは、この方面で、ウクライナのドローンに対抗するだけのドローンオペレーターが不足していると、対ドローン戦でも劣勢であることを認めました。そのうち連日お伝えしているシェフチェンコから、ピシチャネでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がピシチャネのルジアンをドローンで探して排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第425スカラ大隊のもので、地図の工場にいるルジアンを観察している様子の一部となっています。この部隊は突撃を得意としていますが、今日はドローンにより敵の戦力を削っていて、今のところは戦況図に変更はありません。それ以外には戦況図に影響のある情報はなく、ロシアン軍は前線に出るまでに10キロ歩かなければならず、人員不足に補給が困難で、陣地に配置できる人数が1人か2人しかいないなど、衰退傾向が続いています。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、小規模な陣地戦に移行しつつあります。1番目、ロズリフの南西の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが機械化攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所で、ロシアン軍が小隊規模の機械化攻撃を行っているところとなっています。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では、係争地の範囲を500メートルほど拡大させました。2番目、
ブラツケとプリビルネの間の郊外は、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍がいない場所にルジアンが前進して占領したとして戦況図を更新しました。面積は4平方キロになります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、今日も戦況図に変更はありませんが、ウクライナ空軍はオレシュキーにあるルシアン軍の第70自動車化ライフル旅団の第17戦車連隊の司令部に空爆を行い、破壊したと報告しました。その他、ロシアの与党統一ロシアの地方支部では、ウクライナ戦争で戦死した兵士の母親にプレゼントを贈っています。フィンランド国境に近いムンマルスクのポリャルニエゾリでは、英雄の母に花を捧げる活動が開催され、市長と党の局長が花束と家電製品を贈呈し、息子を亡くした兵士の母親と記念写真を撮影しました。しかし、その写真には肉引き機が写っており、母親は不機嫌そうな顔にも見えます。ちなみに、一応申し上げると、ロシア軍では、歩兵による突撃のことを、その死傷率の高さから、肉攻撃、肉引き機に投入などと呼んでいます。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。